こんにちは、カズマです。動画をご覧いただきありがとうございます。7月13日日曜日、時刻は夕方の6時46分を回りました。もう少しで7時ですね。でもご覧の通り、もう空は明るいですね。いやー、なんと言いますか、この茜色の空、この夕暮れのこの景色、なかなかいいもんですね。と言っても多分ね、ちょっとこれカメラの画角だとちょっとね、西日が映ってはいないんで、どう表したらいいか分かんないんですけれど、この場所から見える夕暮れの景色がとても綺麗でして、この夕暮れのこの茜色の空を眺めながら今日もこうして動画を回しています。最近はなんというかね、動画撮影とその編集する手間を省くためにあえてこういった形式で撮ることが多いんですけれど、これ何て言えばいいのかな、ラジオ形式の動画って言えばいいのかどうかはちょっと自分でもよく分かんないんですけど、最近ではこのやり方がねすごくやりやすくて、割と重宝しています。やはり外で動画を撮るのはいいもんですね。この開放感のあるこのなんというかね、この広々とした空気感と野鳥のさえずりと、あとは虫の音色もそうですし、で今向こう側ですね、今向こうの辺りに野球をしている人たちがいて、あれはどこの国の人たちかな。いやちょっと分かんないですね。ネパールかスリランカもしくはどこかの国の人たち、ちょっとごめんなさい、具体的な国はちょっと特定できないんですけれど、みんな元気に、この時間帯、草野球をしてるんで、楽しそうな感じ、自由な雰囲気がなんだか見てて、いいなっていう気はしますね。はい、この状態で、動画を撮りたいと思います。こんな感じでちょっと街灯が映ってるんですけれども、そんなに眩しくはないはずですね。で今後ろに電車が通ってるんでちょっと待ってください。はい、こんな感じで今電車が通り過ぎたタイミングで、もう一度話したいと思います。今日話す動画のテーマなんですけれども、 YouTube を続けることは自分自身と向き合うこと、こういったテーマを交えて話したいと思います。あくまでもこれは僕個人の主観と見解に基づいて話す内容となりますので、そういう意見もあるんだ、そういう考えもあるんだぐらいの気軽な気持ちで聞いていただければ幸いです。そうね、最近ではねちょっとなんだかうまくいかないというか、ちょっとね動画内ではあまり話せないこととかちょっと映せない部分はたくさんあるんですけれども、仕方ないですよね。それが人生だもん。そんな簡単にうまくいくわけがないんですよ。誰だってそうじゃないですか。多少なりともいいことがあれば良くないことも起きる。で逆に言い換えれば良くないことが起きたその後には必ずいいことが起きる。もうそれの連続なんですよね。波がいい時もあれば波が今一つ来ないっていう時もあるし、それはサーフィンをやってる人だったら多分共通するかもしれないけれど、もう人生だってそんなもんでして、あとはサッカーをやってる人とか野球をしてる人もおそらく共通するかもしれませんが、野球だったら打率が絶好調な選手もいれば、もうどれだけ練習をしても全然うまくいかないっていう人もいるわけだし、でそれが原因で戦力外通告を受けたりとか、大なり小なりね、うまくいく人もいれば全然うまくいかない、その先の道へ進めない、その次のステップへ上がれないっていう人もいる。しょうがないんですよ、それは。だって競争で成り立ってるわけですし、結果を残さなければ即戦力外通告、もう事実上のクビという扱いで突き放される。もう悲しいけどそれが現実なんですよね。それ YouTube だって YouTube を続けていくうちに、人によっては爆発的に伸びる人もいれば、今一つ伸び悩むっていう人もいるわけですし、僕だってそれはそうですよ。僕の場合そんな大してサムネ画像をじっくり作り込んでるわけでもなく、別に台本を準備してもう1から100まで丁寧に解説するとか、そういった動画作りをしてるわけではなく、専門性があるかって言われたら決してそんなこともなく、このチャンネルの方向性が
よく分かってないんですよね。一体自分はどこへ向かおうとしてるのか、本気で何がしたいのか、何をしてる時が楽しいのか、それについてねいろいろ考えることがあるんですよ。でそういう話をする、その話ができる相手、そういったことについて相談できる相手がいるようであんまいないというか、そんな感じですね。全然本音で話せる人っていうのはほぼいないですね。だってカメラに関することとかパソコンに関することもそうですし、あとは YouTube を含むその動画撮影とか写真撮影とか、あとは個人で何かを築き上げることについて関心を持つ人っていうのが全然いないんですよね。それは僕の家族もそうですし、兄弟もそうですし、地元の友人もそうですし、でも地元の友人に関してはもう去年の1月頃を境に完全に疎遠しましたね。もうお互い全く話が合わなくなって、もうお互いその共通点とか価値観とか何一つ合わないことに気づいて、でそれに気づいた途端もう次の日からは全く連絡を取れなくなりました。だってお互い環境も違ければそれぞれの趣味嗜好というか、関心のある話題とか関心のある情報分野というものはそれぞれ違ってくるんで、それはしょうがないと思うんですよね。環境が変われば人間関係も変わるわけですし、それは勤めている会社や店とかそういう職場が変われば当然人間関係も変わっていくんで、いずれにせよ同じ、一つの人間関係がずっと続くってのはかなり稀なことなんじゃないかなって最近はそんな風に思いますね。この10年か20年近くこうして、人生生きていて、自分自身のことについていろいろ考えることはあるんですよ。今現にこうして、カメラの前で立ってこうやって音声を吹き込む形でこうして収録を行っているんですけれども、このやり方だって実際に YouTube を続けていなかったら多分一生知らないまま終わっていたと思うんですよね。ただコンテンツを視聴する側とその逆に、何かを築き上げる、こうやって動画撮影をしたり写真撮影とか音声を録音したりとか、こういった何か個人で、築き上げる、個人で何かを発信するっていうような活動をしていなかったら、多分そのクリエイターさんとか他の YouTube をやってる人たちの大変さ、その苦労というものは一生知らないまま終わっていたと思うんですよね。なのでそういったその人たちの苦労であったり、もうどれだけ一生懸命考えて、自分の頭で考えて、言葉を紡いでいくか、言葉を紡ぐっていうか、自分の言葉で話すことの大変さとそれの大切さについて自分なりね、いろいろ考えてみたんですよね。こうして YouTube を続ける側の人間として言えることは、大なり小なり一個ずつ積み上げていくことを、他人と比較することなく自分のペースで、続けていくことがどれだけ大切であるか、そのことについて再認識させられた今日この頃ですね。だって人によっては1年どころか3ヶ月もしないうちに爆発的に伸びるっていうような人もいれば、10年か、5年か10年近くかけてようやく登録者数が徐々に伸びていって、で最終的に5000人1万人5万10万とかそういう感じで、どんどんその応援してくれる人が増えて、でそこから、その先のビジネス、次のステップへと進んでいったっていう人もいるわけですし、またはその YouTube であったり、もしくはどこかの場面で、新たな人とのつながりが生まれて、でそこからまた楽しいこと、もっと面白いことへとつながっていく、そういう感じで人生が変わっていくっていう人も中にはいるんですよね。そうやって個人で何かを続けていくこと、個人で発信していく、そういった活動を続けることによって人生何が起きるかわからない、それが自分のモチベーションへとつながるかもしれないし、自分自身の今考えていることや、どんなことをしている時が楽しいか、どんなものを見て、何を見てワクワクするか、どんなものに対して嫌悪感を抱くかとか、または
その逆に、どんなことに対して、興味関心またはその自分の人生何をしている時がすごくやりがいがあって楽しいというふうに感じるのか、そういうのについてもやっぱりねこうして、自分で考えて今こうして自分がこの自らが声に出して、言ってみる表に出すというか声に出すことによって、それまで気づきもしなかったことや、自分自身のこれどう言えばいいんですかね、その自分自身がちょっと待ってくださいね、今ちょっと電車が通ってるんで話してる間に電車が通って全然自分の声が聞こえないかもしれないっていうね、そういったことが起きるかもしれないんでしょうがないですよね。だってちょうどこの電車の近く沿線の近くで動画撮影をしてる僕がいけないんです。そこら辺は、重々承知してますでそういう感じでねこうやってランダムなことが起きるわけですし、で今近くにいろんな人たちがいて、この空の明るさ加減とかこの雲の形だって、その日になってみないと分かんないんですよね。どんなことが起きるか分からないし、でそういった景色を眺めながらこうやって動画撮影をしている時間が意外と楽しいんですよね。なんだかこの空気感、この開放的な広場、この公園の片隅でこうして、日々の生活や自分の人生だったりもしくは自分自身のことについて考えながら話し続けるっていうこの時間がね意外と楽しいんですよね。そうすることによってちょっとしたストレス解消とまではいかないけれど、自分自身の内側にあるこのモヤモヤした感じというか、それまで本音で話したかったことをようやく話せるっていうようなそういった気持ちになれるんですよね。いずれにせよそういったことも含めて自分自身が本音で話すことができる、その一つの手段としてこの YouTube を続けてよかったなって今になってそんな風に思います。はいそうでね、本音で話すといっても、最低限マナーというか言ってはいけないことだったりもしくは法律に触れるようなこととか特定の個人に対するそのプライバシーとかそういうものに、そういったことにさえ触れなければ基本的に問題ないとは思うんですが、最低限配慮をしつつ自分自身が本音で話したいと思ったことをひたすら話し続ける、そういったちょっとまた電車が通ったんですいません。いずれにせよそうやってね、最低限マナーを守りつつ公共の場で話すような感覚といいますか、自分自身が本音で話したいと思ったことや今この時間この瞬間関心のあることや今頭の中で思い浮かんだことをもうありのまま声に出してみる、表に出すっていうような習慣をつけること、それが大切じゃないかなと思って、それは別にこんな風にね、動画を撮影する以外にポッドキャスト音声だけを録音してそれを公開するっていうやり方を続けてもいいですし、または人によってね話すのが苦手喋るのが苦手っていうんだったら、その場合は、紙とペンを用意してでそこに日記を書けばいいんですよ。日記を書くっていうことは今自分自身の内側にある部分を表に書き起こすこと、そうやってアウトプットする習慣の一つとして、割と有効ですね。文面に表すことによって自分自身が今どんなことを考えているのか、今自分自身が不安なことだったり今悩んでいることとかそういったものを全部洗いざらい書き続けて、そうすることによって今自分が何に対して迷っているのか、どんなことに対して悩んでいるのかについて可視化する、それを見えるようにすることで次のステップへ進む次の解決策へとつながるんじゃないんかなってなんとなくそう思うんですよね。そこら辺ねどんな風に、書き続けるかどんなアクションを起こすかそれは人それぞれなんですけれども、でも僕はやっぱりねこうして身近に本音で話せる人があんまりいないというか、そのこともあってね、こうして本音で話すことのできる一つのツールというかその手段として、こうして YouTube を続けていますっていう感じですね。捉え方の問題かもしれないけれど YouTube は自分自身を映す鏡というか自分自身と向き合う一つの手段なんじゃないかなって
なんとなくねそんな風に思います。ぶっちゃけそれはそのYouTube のみならずそういった動画配信やあとは音声配信もそうだけれど、それらのプラットフォームをどう活用するかどう使い続けるかは人それぞれですので、ご自身の好きなやり方で続けていけばいいんじゃないかなっていうふうに僕はそう思いますっていう感じですね。はい、というわけで今回の動画はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見ていただきありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。もし今回の動画がいいなと思いましたらグッドボタンとチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。それでは次回お会いしましょう。ありがとうございました。さようなら。